皆さんこんにちは。学士通路のありかのパチです。今回はゴースト・オブ・ヨーテイと実際の北海道の風景を比較してみました。ゲームでは北海道の地形をそのまま再現しているわけではなく、かなりスケールを圧縮して表現されています。それでもゲーム内には現実の風景をモチーフにしたと思われる場所が数多く存在するので、ゲームと実際の写真を見比べながら紹介していきます。それでは始めましょう。まずは渡島ヶ浦から見ていきましょう。最初に紹介するのは松前城です。松前城は北海道で唯一の日本式城郭として知られています。現在見られる天守は1961年に再建されたものです。比べてみると屋根のシャチホコや窓の形、白壁の外観などが丁寧に再現されています。また門の構造、特に屋根の形状も非常によく似ています。ただし、ゲーム内では松前城は函館の近くに位置していますが、実際の松前城は北海道の最南端にあります。続いては桃草神社です。この場所は函館山をモデルにしていると考えられます。函館山は有名な函館の夜景を見ることができる場所です。マップを比較してみると、現実の函館山とほぼ同じ位置にあるのがわかります。さらに、桃草神社の頂上から見下ろす景色を現実の写真と見比べてみると、スケールこそ圧縮されていますが、くびれのある特徴的な海岸線がしっかりと再現されていました。次に、この桃草神社がある場所を松前城の方向から見てみましょう。この景色を現実の七重浜海浜公園から見た風景と比べてみると、海岸線の形、そして函館山と桃草神社の位置関係が驚くほど似ていることがわかります。次は羊蹄平です。最初に紹介するのはくったら湖です。この湖も実際に存在し、まん丸い形が見事に再現されています。現実のくったら湖は周囲およそ 8km にも及ぶ巨大な湖です。全国の湖沼の中で水質1位に選ばれ、日本でも屈指の透明度を誇る湖として知られています。続いては支笏湖です。この湖も実際に存在し、マップ上では特徴的な形が忠実に再現されています。語り部の家の屋根の上から見ると、支笏湖と羊蹄山を同時に望むことができます。そして現実の世界でも同じように支笏湖の向こうに羊蹄山を望む構図が存在します。実際の支笏湖と羊蹄山はおよそ60キロ離れているため、ゲームよりも羊蹄山は小さく見えますが、位置関係は非常によく似ています。次は羊蹄山です。今作を象徴する存在で、ゲームではほとんどの場所でその姿を見ることができます。特に綺麗に見えるのは羊蹄平からの眺めです。羊蹄山の西側に位置する京極町から撮影された実際の風景と、同じくゲーム内で羊蹄山の西側から撮影した映像を比べると、草原の雰囲気や山のシルエットまで見事に再現されていることがわかります。山の美しい円錐形や上から下へと走る谷筋まで丁寧に表現されています。また、羊蹄山のビューポイントとして知られる倶知安町からの景色も位置関係こそ少し異なりますが、ゲーム内ではその構図が再現されていました。ちなみに河口の風景もかなり忠実に描かれています。羊蹄平の最後は定山湖です。羊蹄平の北西に位置する湖で、札幌市南区にある豊平峡ダムのダム湖がモデルになっています。湖の細長い形も現実とよく似ています。そして墨絵にも描かれている小島に立つ一本の木。これは現実の定山湖にも存在しています。こんな細かな部分まで再現されているのは本当に驚きです。次は石狩ヶ原です。まずはニシンの漁場です。ここは周辺の地名からもわかる通り、小樽がモデルになっています。小樽市の南東にある毛無山展望所から見た街並みと比べてみると、海岸線の形や港の配置がゲーム内の景観とよく似ています。また、小樽は江戸後期から明治にかけてニシン漁で栄えた町です。その歴史を踏まえると、
ここがニシンの漁場と呼ばれているのも納得です。続いて、石狩城です。実際の北海道に石狩城という城は存在していません。しかし、石狩城が立つこの特徴的な平らな山の形は、得体岳にとてもよく似ています。位置関係を見ても、石狩城のある場所は小樽と留萌の中間にあり、得体岳も同じくその中間に位置しています。次は、幌加内の川べりです。北海道には同じ名前の幌加内町があります。ここは蕎麦の作付面積が日本一を誇る町で、広大な平原が特徴です。ゲーム内でも幌加内の川べり周辺は、石狩ヶ原の東部に広がる平原地帯として描かれており、現実の風景と重なります。ちなみに、非公式ではありますが、幌加内町は日本最寒記録マイナス 41.2 度を記録した場所としても知られています。続いては、熊岩です。北海道にも熊岩と呼ばれる場所が2カ所あり、一つは羅臼町、もう一つは瀬田名町にあります。ゲーム内の熊岩とは場所も形も全く異なりますが、現実の瀬田名町の親子熊岩も見る角度によってはまるで本物の熊のように見えるのが印象的です。最後のエリアは十勝ヶ峰です。まず紹介するのは富良野屋です。名前の通り、現実の富良野がモデルになっていると考えられます。富良野は周囲を山々に囲まれた盆地として知られていますが、ゲームでもその地形がしっかりと再現されています。また、富良野といえばラベンダー畑の景色が有名です。ゲーム内でも石狩ヶ原の根曲の隅へ周辺に行くと、まるでラベンダー畑のような美しい紫色の花が広がっています。場所こそ全く異なりますが、その景観は富良野を思わせます。続いて、木戸神社です。山頂へ向かう途中、脇を見下ろすと、青く澄んだ美しい池が見えます。さらに、山頂の両側にも、同じように小さな池が広がっています。これらの池は、幻想的な青色の水が特徴で、北海道美瑛町にある青い池を思わせます。現実の青い池のように、立ち枯れたカラマツの木は見られませんが、どちらも不思議なほど鮮やかな青が印象的で、富良野の北東に位置している点でも共通しています。最後に紹介するのは大雪山旭岳です。旭岳は標高2291メートルを誇る北海道最高峰の山で、標高2000メートル級の山々が連なる大雪山連峰の主峰です。山頂部には地獄谷爆裂火口と呼ばれる大きな噴火口があり、山頂がえぐれたような独特の地形が特徴です。この爆裂火口の形状はゲームでも忠実に再現されています。意外にも北海道で一番高い山は標高1898メートルの羊蹄山ではなく、標高2291メートルの旭岳なのです。今回はゴースト・オブ・羊蹄の景色と実際の北海道を比較してみました。こうして見てみると、ゴースト・オブ・羊蹄の各地は実際の北海道の地形や風景を丁寧に取り入れていることがわかります。完全な再現ではなくとも、地名や地形の特徴、そして空気感まで巧みに表現されていますね。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてタイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。